じゃあそのわけで、今回は、この新スタッフが、実家帰った時に不意になんていうんですか、教えが出てきたこのピコタン、こいつを、分解して、本物か偽物か、真贋鑑定していこうと思います。で、ちょっとピコタンのちょっとうんちく垂れていい？うんちく垂れていいですか？パンペ読みながらできますか？でしょうね。めっちゃ回転もホワイトボードに。ですね、ピコタン自体は、2003年発売されてます。で、このピコタンロックっていうのが後に発売されて、2008年。で、今回そのピコタンロックの方になるんですね。まあ、この南京がついてるやつ。これピコタンロックって言います。これ2008年発売でございます。で、大きさね、一番ちっちゃいものが、まあ、PM というタイプで、一番でかいのが TGM で言います。で、今回サイズ事前に測らせていただくと、まあ、GM というサイズになるかなと。で、一応定価なんですが調べました。PM の一番小さいサイズで、まあ、およそ安いもので25万円。で、高いものになってくると TGM のでかいサイズで45万と。定価出てございました。で、今回 GM のサイズなんですけれども、まあ、定価で買いますと、40万から44万っていう、値段がついておりました。で、もう一つ、うんちく垂れさせていただくなら、このピコタンの名前の由来ね。このピコタンの名前の由来は、中世フランスまで遡りますと。で、これ何ぞやっつったら、ピコタンって名前は、牛とか馬の餌を入れる、ボワソウ一生っていうのがあるんだけど。ボワソウ一生めっちゃ書いてんな、このホワイトボードに。ボワソウ一生何っつったら、まあ日本で言ったら1升2升とかあるでしょ。大きさの、その、入れる器っていうんですか。で、その大きさが 12.7 リットルの4分の1をピコタンと言います。じゃあ、でもサイズだったらおかしくなってこれピコタンに。まあ、それはしゃあないな。その後やねんか。あ、そうか。その後なんてだから、最初に出たピコタンのサイズは言ったら、その、ボワソウ一生の4分の1。ピコタンっていうのが由来になっております。で、このオープン型のね、シンプルなデザインは、馬や牛さんが歩きながら餌を食べれるように、デザイン設計されてございますと。どっかに引っ掛けるっていうこと？そういうことでございますよね。そういうことやな、多分。で、バグ工房ならではのデザインって言いますが、まあ、馬や牛さんの餌をやるカバンに45万を使うのかどうかっていうのは、まあ、それはまあ人によりますと。まあ、人によりますけど、ほぼ使わないでしょ。っていうのがデザインのこの元って言いますかね。まあ、バグ工房ならではの、まあ、デザインかと。まあ、非常に可愛いシンプル。そういうの多いな。ガーデンパーティーは土入れるためかな。開発されたよ、ガーデンパーティー。最初のガーデンパーティーは中にファスナーないもんな。土噛むから。あ、そうなの？そう、ないね。あんな高いカバンに誰が土入れんねんな。まあ、そういうわけで、早速分解しますか。はい、行きます。分解いきますか。行きましょうか。やや髪切りですが。噛んだけど。じゃあ、今から分解して、真贋鑑定やっていきます。はーい。used to think the world of you. Somewhere down the line. やや汗かいてる俺この動きでカメラ熱いね言うしゃべんなもうやめようかいややめへんわもうほどいてからやめんまあそのわけで、はいじゃあ個々に見て、分解する前の何ていうんですか、まあ、分解前のあーだこうで言いますか表から見た感じをちょっと考察していきますか。見た目言っていいですか、なんか生地がややね普段エルメスの皮触ってるでしょ、と比べるとちょっと顔料強めでちょっと違うかなと思ったりするんですけど、ただこの辺のハンドルのステッチ見ると、表裏見たらめっちゃ綺麗なんですよ。このサイドのこのステッチもめっちゃ綺麗裏の拾ってる感じ見ても綺麗めっちゃ綺麗構成かなり綺麗構成めっちゃ綺麗なんです、でほんまやわこの底の方にエルメスパリメイドインフランスって書いてある。そういうことじゃあそういうことじゃないです。偽物ってそういうのやってんねんちゃんと。違うか違うねん。ほんでこれをばらしてあれ革職人が診断すんねん。ちゃうねん。
かわいないね。いやいや、外観は、はい、まあこんな感じで見させていただいて、はい、で今回、この細かいパーツからね、分解させていただこうかなと思っております。はい、まず最初に分解するのはこの鍵ですね。はい、鍵入れ、で、ベルトですか。こういった小物からやっていこうと思います。ベルトはちょっと待ってよ。こいつといけるか。こいつだけほど。まあ全然。で中にエルメスの南京錠の鍵入ってるんですけど、まあこのエルメスのデザインですね、このくの字に曲がってちゃうわ、鍵曲がったやん。だから圧力やこれは。エルメスの仕業で圧力の仕業で。今日は義務教育受けたんか。行ったんか。そうだけどこいつバラします。見た目的にはすげえ綺麗に塗られていて、どういう処理されているのか、その辺から、解説していこうと思います。はい。まずスイッチ入ったんか。よう言ってもんな。行くぞ。行くぞ。参ります。俺の必殺技バラシーダッセーもう一手そうかも。えらいするんです。えらいする。まあなんもないけど皮は皮やな、ちゃんと皮を使ってる。あ、これおもろい。これビトンじゃない？まあそんなわけで、はい、鍵と横のベルト、はい、ピコタンロックのロック部分を分解できたんですが、はい、衝撃の事実といいますか、なんかこの横のベルト、こいつを、これちょっと吸い取ったやつですね。こいつをパカって開いたら、中補強の芯材にどう見てもよそのブランドの生地でよそのブランドの大抵この補強テープは無地のものが多いんですけど、これ多分何かのブランドかなんかの生地を芯材に使ってるっていう活用の仕方してますね。そうやな、これ普通の補強テープでもないもんな。だって逆に言ったらこれエルメスじゃないことは確かやもんな。このブランドのどっかのブランドロゴのやつがこのベルトの芯材に使われていましたが、本物かどうかはまだまだ分かりません。でも分かってるやろ、もうほぼやんもうこんなん。いや、だって見て、書いてんねんで、そう書いてんな。そんな大人が嘘つくわけね。そうやな、付き合おうかな、最後まで。俺もそっち方面で付き合おうか。まあちょっとまだ分かりませんが、これからね、ボディを分解していきまして、技術の違いを見極めていこうと思います。次どちらですか？そこ行きますか？ハンドル行くか、そこ行くか、どっち行く？じゃあそこ行きますか？じゃあひっくり返そうか。次はこれ入っといてくれよ。なんつってね、ハンドルにこれ使わんといてくれよ、次は。もう、俺も守られへんようになるぞ、お前のこと。お前のこと守られへんようになるぞ。こんなんされたらな、視覚的すぎるよな、これは。では、撮影いきますか、今回。まあそんなわけで、はい、ハンドル無事、解体終了時、はい、糸締まり最高で、でブレんといてくれよ。あ、それな。今回もしっかり出てきたけど、まあハンドルに関して言いますと、縫いは結構綺麗で、かなり綺麗で、糸締まりしっかり良くて、どこでついてるかわからないけどね、とてもテクニック的な、
まさあったんですが、裏、本物やったらおそらくまだいつも通り、裏から糸出してポンと止めてピタッとやってると思うんですけど、やってなくて、でまあ芯材も、タイトに入れられてたんですけど、ひょっとしたらエルメスがこのルイ・ヴィトンの柄に寄せた芯を作ってるっていう可能性がございますのでじゃあそれが意味わからんやろ。この柄さ、社員が持ってきたらさ、もうこれビトンに似てるやんけ、やめろやってなるやろ、多分社長とかが。却下するから、この柄はないと思うねんな、もし芯材をオリジナルで作ってたとしても。でもまだまだこれから、底と横とボディとございますので、まだ本物のことが分かりません。はい。じゃあ次、どこ行きますか？次、ひっくり返して、底をばらせます。ひっくり返して、底行きますか？じゃあ、底を分解していきます。でも糸の使い方はもう悪い糸使ってんな、完全に。職員のプライドだったんだ。せめてこれやらせてっていうやつだったんです多分ボンドは流し込まれてないな、この感じ。多分そこが外れへんから、なんか切るなんかで。だから玉取りの糸が適当なやつでいかれてんな。向こうが引っ張ってる。というわけで、底ばらし終わりました、はい。これが表にあった底で、はい、で中に、この黒い芯があって、はい、でこいつをネジ式の秒で止めて、で、こいつで、蓋されて、蹴り返してきれいに縫われていました、で、乾燥ですが、すごい綺麗に糸締まりもよく、ほどくのすごい時間かかったぐらい、しっかりテクニックのある部分でございました。で、裏が、本物はやらないのっていうのこの適当な糸で、糸の色が適当でやっているっていう、余ってるボビンの糸捨てるのもったいないから使ったっていうのがあるんですけど、でもとはいえこういう細かい部分に端っこだけ芯入れたりとか、なんかやってることは、もうハイブランドやってるようなことで一緒、で、普段エルメスと違うのはこの底の玉なんですけど、前回のガーデンパーティーと一緒で、前回のガーデンパーティーはここを革だけで、終わってたのに対して、今回はこの、ハイゼックスっていうこの芯入れて玉取られてました。確かに形綺麗に出るんですけど、本物はやらないだろうなっていうね。ちなみにこのパーツは何の意味があるかというと、この R を綺麗に見せるという、この角っこ、この部分ががあることによって綺麗な R になるという意味を持たしたパーツです。そこに関してはかなり綺麗、っていう感じですよね。いいところ。もう次も全部ばらしていきますか。はい。もう次で最後までいきますね。ボディのこの2枚のところの外側のやつと、この横ばらして、最後総評していっていきたいと思います。はい、本物か偽物かはまだまだ分かりませんが、ドキドキする結果発表は後ほどということです。はい。例の芯材がまさかあれが出てくる。出てきました。なんなんこれ、なんでこの、なんなんこれは。いいね。
今回この偽物バッグ全部分解終わりま言っしたてるやん。結論でカメやんともう言ってるやん。カメって言えよ。全部分解できましたね。分解できました。ボディとかどうですか？こんなんしちゃダメですね。何？この床側を貼り付けるっていうことをしてるんですけど、こんなん意味考えたらどういうこと？だから厚くしてしっかりさせてん。だから薄い皮はあるけど、もうちょっとごつい張りのある皮にしたかったから床側。この床側っていうのは、皮を薄くするときにこう薄くするんですけど、その時に出たカスなんですよね。カスって言ったら怒られるかもしれないけど、その下側本来捨てるやつを芯材にして胴体をしっかりするために貼り付けてたんですけど、本物は1枚です。これは普通これをするからだからパコパコ開いてきてたんですけど、っていうのがありました。っていう感じですか？はい。まあ偽物なんで。で、今回なんていうんですか、もう最後そう言いますか？で最後今回偽物なんですけど、なぜ分かったかというと、言うまでもなく、途中でこのよくわからない他ブランドの生地を C に使ってるっていう、これなんつうんやろ、偽物証拠っていうことです。そうが出てきたんで、一発で分かりやすい偽物っていうことで。あと細かい部分で言ったらこの床側を使って針を出してるところとか、あとコバの塗りがこの樹脂みたいなコテコテな塗り方っていうか、中国でよく使われるようなコバを使ってたっていうのと、あと革の品質やな。顔料ちょっとベタベタな感じの。いつも僕らエズメスと同じ革を使うんですけど、こんな革ではないので、もっとなんかなんやろな、もっと繊細ですね。なんかコテコテに革ですっていう感じだね。なんか自然の感じがあんまりないっていうか。顔料じゃないもんな。その辺でいってるの大体な。でも芸術でいうと縫製技術はめっちゃ高かったですよ。めっちゃ技術的なレベル高くて、どこも綺麗で、逆になんで偽物作ってんやろっていうぐらいのテクでしたね。そうやな。だから腕はいいけど食っていかれへんスタジオミュージシャンみたいな人がいてるやんか。ただバンドが売れへんかっただけでテクニックはめちゃくちゃある。そういう人なんだ。だから作ったよねやつ。腕は一流でもちょっと食うためにこういった仕事をしてる。でも要所要所さ、職人のプライドみたいな明確にしとったよな。そこの秒のところの当たり出へんように補強張ってるとか、そこちゃんと補強張ってるものだって。こういうことに以前にバラした偽物やったらこういうところ結構省いてたけど、これ補強の芯をしっかりやった。こっちで使ってくれてよかったな。なんやろな、なんていうの、感覚で言ったら俺思うけど、多分なんかそのハイブランドの偽物作って悪いことをするぞっていうよりは、なんか多分お願いされて、ただ単にコーチ割のいいバッグを作ったっていうだけ。こういうのは多分作ってるだけで、多分売ってるのは別の業者であって、別やもん。ただ単にバッグの発注を受けてそれを作ったっていう感じやと思う。個人か会社か分からんけど、大元がおって、日本じゃないやろけど、作ってくださいって言われて、綺麗に上げてる。いつも通りのクオリティで上げてる。感じなの。多分そんな感じなんで。多分俺もけど、こういうシーンとかも、なんでこんなん使うの言いながら僕も全部作ってると思う。それがシーンに現れてるから、そこのシーンに、ここだけ当たり出たくないから、僕を入りたいで。で、そこがめっちゃ綺麗にまとまっとったんやんか。だからそんな感じですね。今回偽物っていう判定でしたが、次回また、今ちょうどあれ、ヤフオクであれもう落ちるんやったっけ？いや、なんか知らんけど、俺昨日見たら、入札された履歴がないんだよ。ワッツ8分ですよ。ワッツ8分やね。ワッツ8分やな。だから、もう一回入札してたの。お仕置きですよ。だから俺2個のアカウント両方お仕置きないな。何のお仕置きって。みんな前でお尻見せて叩くっていう。バンされるよね。別にええけど、それぐらいやってなので、こういった感じで、心眼判定、本物分解してテックを、勉強させてもらう、偽物と偽物、クオリティ高い偽物と、安い偽物。なんか聞くところによると言われるらしいで、この偽物、こっちの安い方見せられて、それを見てたら、奥にもっといい偽物あるよみたいな言われて見せられるらしいねんけど、やっぱ素人目で見ても分からんらしいねん。分からん。だからバラしてちょっとそういうの分かり、違いを。技術の差とか、横着の仕方とかがその差だと思うんですけど、そうなんとか、古いバッグの、今、すごいニュース的にかったやつは、日本軍の古いバッグやったんですけど、100年前ぐらいのバッグを分解してみて、現在とどう違うかとかね、
まあ勉強させていってもらい、勉強させていただこうと思っております。はい。まあこんな感じで次回もまたよろしくお願いします。はい。それでは以上でした。はい。さよなら。さよなら。また来週。まあね、一応終わったんですけど、まあこれをぜひとも差し込みたかったんで、入れとこうということで、分解することで職員の声が聞こえてくるように、っていうのを入れたかったんだけどね。声が聞こえてくるから、カバンを分解していったら、その人がどんな感じの人かとか、そういうのが見えてくるな。性格が分かりますね。どういう感じのものづくりをしてるか、その人の人格まで僕らは解体して、分解して、プロファイリングしてるってこと。プロファイリング分解して、プロファイリングしてるってこと。なんかもっといい単語ないかなって思う。いや、プロファイリングいいんじゃないですか。分解してなんやろな、なんかないわ、ちょうど日本語、むずいな日本語。生配信の方がもう終わりモードだった。そう編集の取り直してるって。じゃあ終わりますか。はい。